こんにちは。お元気ですか？一人暮らしの1ヶ月の生活費、今月も項目ごとに詳しくやっていきたいと思います。先月10月の生活費の紹介になります。いつものように固定費、変動費、社会保険料の順番で説明していきたいと思います。そして最後に1ヶ月の生活費の中で何にどれくらい使ってるのかっていうパーセンテージを円グラフで出してますので、よろしければ最後までご覧ください。では10月の生活費いってみますね。まずは固定費から。家賃42,284円、これは毎月変わらない家賃ですね。地方に住んでまして 1K のアパートになってます。で、広さが 25.6 平米プラスロフトが 7.5 畳ぐらいですね。結構大きめのロフトがついてますので、収納とかね、物をしまうっていうか、もう大きいから置いとくって感じなんですけども、それはすごく助かってますね。ここに引っ越してくる前、4年弱ぐらい前ですけれども、東京に住んでた時もですね、広さ的にはだいたい同じくらいの、アパートに住んでたんですね。24.79 平米だったので、ここよりもほんのちょっと、狭いくらい、だいたい同じくらいですね。ただロフトがついてなかったので、この 7.5 畳のロフトがあるないだと全然違いますね。やっぱね、そっちの部屋に住んでた時はお客様用のお布団とかがね、なかなか買えなくて、やっぱね、そんなの収納する場所がないんでね、すごい困ってましたね。そんな感じでね、1K ではありますけれども、ロフトがついてるおかげで、広さ的にはね、特に不自由なく過ごせるっていう感じでございます。はい、では続きまして電気代ですね。今月は4456円でしたね。前回先月に比べて安くなってます。先月がね先月が6028円だったんですね、電気代。なので1572円、安くなってます。思い当たることといったらエアコンの電気代ですかね。でもなんでこんな下がったのかちょっと分かんないですけど、ただね、10月の電気代なので9月使用分って感じじゃないですか。そうするとね、私ね、9月の22日に初めてこの夏エアコンをつけずに快適に過ごしたっていう記憶があるんですよ。だから22日ぐらいから急に涼しくなってエアコンが不要になってっていう感じなので、そこでね、エアコン代っていうのが大きく下がった要因の一つかなっていうふうには思ってます。あとね、9月下旬とか10月上旬とかでもね、またちょっと暑い日とかはあったので、そういう時は全然我慢とかせずにエアコン使ってましたけれども、とはいえね、真夏と違ってね、やっぱり外の気温が例えば38度の時にエアコン使う場合と、33度ぐらいの時にエアコン使うのじゃね、そのエアコンで部屋の気温を下げるその差が全然違ってくるんでね、そこで電気代っていうのも全然やっぱ違ってくるんだろうなって思います。とにかくね、電気代はかなり安かったですね、今月は。年間でもかなり底値に近い金額なんじゃないかなって思いますね。では続きましてガス代が3375円ですね。これはね、前回とほぼ一緒ぐらいですね。前回3295円、80円ほど高くなっただけなので、同じっていう感じですかね。やっぱね、ガス代はね、必ず暑い季節が一番低くなるんですよね。やっぱお湯
お湯が一番大きいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱガス代はシャワーとかね、食器洗ったりとかね、そういう時全部お湯を出すじゃないですか。その時のガス代がきっと大きいんだろうなっていうふうに思います。あとね、真夏はね、暑くてこうガスでね料理するのが結構嫌なんで、料理するのが減るっていうのも要因かもしれませんね。そうそう、うちはねガスコンロなんでね、料理の時もガス使うんですけど、夏はねやっぱ料理する回数が減りますね。そんな感じでガス代も今月は安いと。ガス代はね真冬がべらぼうに高くなるんでね、この倍ぐらいはすると思うんでね、今がガス代は安い時期だなーって感じでございます。では続きまして、水道料金3435円ですね。ちなみに水道料金払うのって2ヶ月に一遍なので、一応ねこれは月換算としてこれ2ヶ月で6870円だったんですね。水道が8月9月使用分が6870円だったので、1ヶ月換算として3435円今月分っていうことにしました。水道料金はね年間通してそんなに差がなくて、毎回3000円くらいあったんですけども、ここ最近ちょっとね3435円とかね、この金額になってますね。2ヶ月で6870円なんですけども、この8、9月分が6870円ですけれども、ちなみにその前のね6、7月分も同じ金額6870円だったんですよ。だからなんだろう、なんかここまでくらいまで使うとこの金額みたいな、ちょうどそういう境目なのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、それくらいですね。で私はお風呂はね湯船は張ってなくてシャワーだけで、シャワーで一人暮らしでこの金額っていう感じですね。だから最近なんか水道料金上がったのかなっていう気がします。ちょっとわかんないけど、去年の夏とかも3000くらいとかで、別に夏だからって特に多く使ったっていう印象はないんでね。ちなみに水道料金もねやっぱ東京に住んでた時の方が1000円くらい安かったような気がするんですよね。だからねこのガスとか水道とかってやっぱ住んでる地域によってね結構違ってくるんでしょうね。そんな感じですね。続いて、携帯電話ですね。1081円、楽天モバイルの多分一番安いプランかなっていうのを契約してて、3ギガまでだったら1081円っていうプランなので、私は家ではねWi-Fi につないで使ってますので、基本的には1081円よりも高くなることはないっていう感じですね。この金額なんですごい助かってますね。ただね私が使ってる携帯ってもう何年使ってるだろう、もう6年7年すごい使ってるんですよ。ですごい長持ちしてるから自分でもびっくりしてるんですけどそうそう、だからねもうかなり古い携帯で、多分今売ってる携帯とかに比べたらね映像とかもねあんま良くないって言ったらあれですけど、もともとそんなカメラ機能がすごい携帯とかじゃない普通の携帯なので、OPPO なんですけど、これ台湾のメーカーかな。でもすごい長持ちしてて気に入ってますね。この携帯を買う決め手っていうかこれにしたのは、とにかく容量が大きいんですよ。でなんだっけちょっとど忘れちゃった。たくさん動画とかね写真とかいろいろメモリー関係が多いので、それが決め手になってこれを買ったんですけど、結構丈夫な携帯だったのかもしれないですね。
でもね、さすがに最近ちょっとだけこう反応が遅くなったりとか、あと最近なぜか知んないけど2回連続でちょっと落としちゃったりとかしたんでね、それから若干調子が悪くなったりとかしたので、もしかしたらそのうち買い替えが必要になっちゃうかもしれないですね。はい、では続きまして Wi-Fi ですね。3678円、ソフトバンクエアーを使ってますね。で、契約から2年だったっけくらいまではこの金額で、3年目からはですね上がっちゃうっていうプランですね。3年目以降が、5368円になるプランですね。結構上がりますね。なのでもうそろそろ上がっちゃうかもなと思いつつ、今月もこの金額だったわよかったみたいな感じでそうそう、だからその辺もね、上がっちゃうようだったら考えなきゃなのに、ちょっとめんどくさくて後回しにしてるっていう感じでございます。はい、以上が固定費でした。今月は10月の固定費は、5000じゃないや、58,309円でした。固定費はね、いつも水道光熱費が高いか安いかによって変わってくるので、まあね、今の時期そんなに水道光熱費高くないので、よって固定費も6万円以内なので、安い方かなっていう感じでございます。はい、では続いて変動費いきますね。まずは食材費1万8000飛び74円。食材費はですね、自炊する上で買う食材っていう感じです。なので外食とかお菓子とかそういうのは入れてなくて、お料理する時に使う食材費ですね。だいたい目安は2万円前後かなっていう思ってるので、今月は普通かなっていう感じです。ここ夏ぐらいからね、やたら食材費が安かったんですよね。1万4000いくらの月もあったかな。1万、そうですね。7月とかね、1万4694円だったりしてますね。これ8月か。そうそう。だからね、ちょっと最近安くて、私あんまりちゃんと料理してないのかなって思ってたんですけど、夏だからね、暑くて料理やっぱ減ってたんですけどね。10月はさすがにちょっと料理しやすくなったのか、意識してないですけど、普通に食材費が上がってますね。先月はね、1万6000飛び84円だったんですね。だから2000円くらい、食材費が、先月に比べて高くなってると。高くなってるって言ってもね、2万円以内だったら普通ぐらいなんで、全然高くないなっていう感じですね。逆にもっとちゃんと料理しろっていうね感じなんですけれども、はい。ここはね、健康に関わってくる部分なので、あんまり節約もね、特に意識はしてないんですけど、ちょっとこの金額おかしいなっていう値上がり率の野菜とかさすがに買わなかったりするんですけども、普通に買ってます。はい。では続いてはお菓子代ですね。お菓子代、おやつ代、こちらは1512円ですね。今月はそんな高くなかったですね。なんとなく自分の中で、お菓子代はね、毎月3000円以内には納めようっていう気持ちがありますね。これは金額の問題っていうよりね、お菓子そんなに食ったらやばいだろうっていう感じです。だからそのお菓子を食べる量っていうのを、金額で目安っていう風に考えると、3000円お菓子いったらね、ちょっとお菓子食いすぎだぞおめえやべえぞっていう感じになりますね。もちろんね、すごい高級なお菓子を1回買ったとかね、そういうんだったらいいんですけどね。1512円、普通ちょっとアイス買ったりとか、あとやっぱちょこちょこっとお菓子食べたいなって時お菓子買ったりとかしてましたね。うん。って感じですね。でコーヒー豆代は今月っていうか先月10月はコーヒー豆は買ってないですね。
だいたいね2ヶ月に一遍ぐらいのペースで買ってるので、先月は買わなかったですけども、そろそろねコーヒー豆切れるんでね、今月は買うことになると思います。では続いて生活用品3873円。普通って感じですね。生活用品だいたいいつも買わない時は買わないけど買う時は買うっていう感じで、結構ストックするものが多いじゃないですか。洗剤とかね、トイレットペーパーとかね、いろいろ、普通って感じです。そのうちねシャンプーをねネットで1年分ぐらいいつもまとめ買いしてるんでね、その時はちょっと6000円ぐらいかかっちゃうかもしんないですけど、あれシャンプーそれくらいいつもかけてたかな、わかんないけど、シャンプーがねアミノ酸シャンプーっていうのを使ってるんですけど、昔からね、それがね1本いくらだったっけ、3000円弱ぐらいしたっけな、ちょっと覚えてないんですけどそうそう、高いシャンプー使ってるんですよ。ただねそれすごい長持ちするシャンプーなんで、コスパ的には普通に買ったシャンプーよりそれでも高いとは思うんですけども、でもね結構別にそんなに高いもんじゃないような気がします。多分ちょっとねコスパの部分はちゃんと考えたことないんで分かんないけど、長持ちするんでね、そんな感じですね。ということで生活用品は今月3873円で、次なんですけども、医療健康ってところが今月というか10月は0円。いつもはですねここにスポーツジム代8000円っていうのが入ってるんですよ。そうなんですよね。ジムをねやめたんですよね、10月いっぱいで。なので月会費をねいつも前月の末引き落としってことになってるので、10月の末に引き落としされるのは11月分っていうことなので、10月いっぱいでやめたので、もう10月末にはもう引き落としがなかったっていう感じでね。なのでスポーツジムの方は0円よって医療健康代が0円になりました。本当に健康とかをね維持するためにこのスポーツジムって本当に私にとっては必須だったんですよね。メンタルの分でもフィジカルの分でもなんていうか予防医療みたいな感じで行ってるっていう感覚でもあったので、これはねある程度お金がかかっても必須だったんですけども、もうここ最近ねちょっと疲労がたまりすぎちゃって、とにかく疲れてて、で少し疲れが抜けた日によし今日はちょっと動けるかもと思ってバーって行ってジムで運動とかすると、とはいえ全く疲れてないわけじゃないんで、やっぱり辛いんですよね。でもう疲れてるところをまた疲れて帰ってくるからまた疲れてしまってみたいな苦行みたいになってて、なんかね健康のためっていうかもう辛くなってきちゃって、そうそう、それでねちょっと一旦これはね一旦やめようって思ったんですよね。もうね、でもまたちょっとこう慢性疲労の生活から抜け出せたりとか、体調っていうか疲労がね慢性疲労じゃなくなったりとかしたらまたその時考えればいいやと思って、今はねとてもじゃないけどちょっと無理っていう感じになっちゃったので、逆に健康壊すわっていう感じになったんでちょっとね一旦やめることにしました。そうそうでね、ちょっと今ほっとしてます。だからその分ね、だから自分でね軽く散歩したりとかそういうのはたまには意識的にやっていかなきゃかもなというふうに思ってます。あとはねもう一点、私は家にずっといる引きこもりなので、ジムに行くことが唯一人間と話す機会だったので、そういうメンタルの分でもね人と会わないっていう部分がちょっと問題になってくるっていうのはあるかもしれないので、そういうのもねちょっと様子を見てっていう感じですね。とりあえず今はね疲労がね慢性疲労が結構きつくてねちょっとジムほんとマジで無理だわってなったんで、とりあえずはジムは一旦ちょっと退会しちゃったんで、またやる気になればいつでも通えるんでねっていう感じでございます。はい。で外食カフェは安定の0円。
安定の引きこもりそうそう、行ってないと、どこにも行ってませんとね。まあそんなにね今行きたいっていう気持ちもそんな実は湧いてないのでね、逆に今カフェに行ってきなさいって言ったらちょっと逆に嫌だなっていうか、家にこもってたいなっていうくらいの気持ちなので、自然に0円にねなっちゃってます。で続きまして趣味教養なんですけれども、いつもね0円なのに今回は2200円ってなってますね。これはね漫画ですね。キングダムを買いましたね。今年に入ってから買ってなかったんですけれども、1冊も。だから買ってない巻が3冊溜まってたんですよ。それを全部買いましたね。そうそう、そのキングダム分だけかな、この趣味教養は。3冊でだいたいこれくらいの値段だと思うんで。そう今回はねちょっと半休ぐらい休む時のためにちょっと買っておいて、こう気分転換にね漫画を読んで寝転がりながら休みながらね読んだりとかしてました。半休っていうかね、別に仕事してるわけじゃないんで半休も何もあったもんじゃないんですけども、自分でやろうとしてるタスクをね毎日やってるので、それで結構ずっと疲れ切ってたんですけども、たまにはちょっと休まないとやばいっていうことで半休したりとかしてましたそんな感じで今回は久々に趣味教養で漫画本題ってことでね2200円ってなってます。で、美容衣類、はい、ここは0円でもう必要ないって感じですね。家にしかいないんでね。ただね今月はねさすがにちょっと髪の毛が伸びすぎちゃったんで、髪の毛切ってくることになるだろうな、行きたくないなっていう感じですね。美容院とか絶対ちょっと行きたくないんですよね。なんかもうカフェにも行きたくないぐらいなんで、そう引きこもってたいんで、ただね今月中にはちょっとねこの無法地帯になってる髪の毛ちょっと長さぐらいは切ってこなきゃなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じで以上が変動費でございました。変動費25,659円ですね。やっぱスポーツジム代がなくなった分ねだいぶ安くなったかなっていう感じがします。はい、では、最後に社会保険料ですね。私の場合は国民年金と国民健康保険っていう形になります。で国民年金0円ってなってますけれども、残念ながら私は国民年金が払える財務状況ではございませんので、全額免除っていうのを申請しててね、今は払ってません。もう2年ぐらい払ってないですね。2年だったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、そうそうだからねもうねこれ以上払ってない期間が延びるとそろそろね効納する時に少しプラスアルファでね若干ですけども多めに払うような感じになっちゃうんでね。ただね本当に今私は貯金の切り崩し生活をしてるので、その貯金がゼロになるまでにどうにか立ち直りたい人生立ち直りたいなっていうふうにはね思ってるんですけどもね。なのでいずれね人並みにこの生活費分くらいは収入が得られるくらいに戻れたらなって思ってるんですけども、今が一応私的には頑張ってるんですけどね。なのでとりあえず国民年金は払ってないですね。払ってなかったらね効能もできるはできますけれども、今んとこねもちろん払わなかったらその分年金金額っていうのは減っちゃいますけれどもね、そんなね60何歳とか70何歳とかねそんなの考えてる余裕は今ないんで、今生きれればいいんですよっていう感じですね。そうそうもし
私と同じように年金払ってないとか、ちょっと年金1年間ぐらいちょっと払うの休みたいなみたいな方がいらっしゃいましたら、未納になっちゃうとね、年金将来もらう額が違ってきちゃいますので、違うわ、ちょっと変な言い方しちゃった。未納にせずに、私のように免除の申請をしておく必要があるっていうのをただ言っときたいっていうだけですね。もちろん未納の場合も免除期間を設けた場合も、どっちにしろ将来もらう国民年金の金額は減りますけれども、何もお役所に言わずにただ未納にしてる場合と、免除支払いの免除の申請をしておく場合とでは、同じお金払ってないっていう状態でも将来もらえる年金額っていうのがちょっと違ってきちゃうので、どうしてもこの1年は払えないんだとかいう場合は、必ず免除申請をねしておかなきゃダメですよっていう話ですね。全額免除もあれば何割免除とかね、いろいろありますけれども、お役所で説明を受けて、説明を受けなくても、ネットで調べればすぐ分かりますけどね、そんな感じで、払えない人は未納と免除申請している場合の払ってないのとじゃちょっとね違ってきちゃうので、それだけは気をつけてくださいねみたいなもし私みたいな人がいたら、どうしようみたいな感じでね、気をつけてねっていう感じでございます。はい。で、国民健康保険ですね。これは2100円。これは第5期分かな、この支払い分は。なので、すごい低い金額ですけどね。つまり前年度私がほぼっていうのはちょっとあれですけど、収入が全然なかったので、それでこういう安い金額っていうことでございます。はい。じゃあこれで全部かな。今回は特別出費みたいのもなかったので、これが生活費の全部ってことになります。で、10月の生活費の総合計としましては、8万6000飛び68円でございました。だいたいいつも10万前後っていう感じなので、今の時期は水道光熱費が低いっていうことに加えて、事務代が今月からなくなったっていうのもあってね、やっぱ金額的にはちょっと低い金額かなって思います。本来だったらね、ここで国民年金で1万7000円くらいは払ってるはずなのでね、やっぱそう考えると、今の私の生活スタイルだと、実際には10万前後ぐらいなのかなっていうふうに思います。ただね、この内訳を見てわかる通りですね、私は本当に衣食住の本当に必要最低限なお金しか今使ってない状態なので、お洋服とか全然買ってないですし、外食とか交際費とか全然ないわけですし、今回は漫画とか買いましたけどね、そういう娯楽的なものとかね、出かけるとか旅行とかも一切なくて、本当に家賃と水道光熱費と物を食べてる食費関係くらいしか使ってないので、普通の生活をしてたらこのプラス3万から4万くらいはね絶対かかってるはずですよね。なのでこの金額はね、あくまで本当に息だけしてる引きこもりの人間が普通に生きてるだけでこれだけかかりますっていうね、金額の目安っていう風に考えてもらったら、ちなみに国民年金も払ってなくてこれくらいですって感じですね。家賃の金額によってね大きく変わってくるとは思うんですけどもね。はい。そうだ円グラフですね。何にどれくらいかかったかの円グラフはこちらですね。家賃が半分 49.1% ちょっと悲しいですね。
家賃もね、地方に住んでるのでそんなに高くないけど、それでも半分くらいだから、よっぽど他のことに使ってないって感じですよね。今回ジムの金額がねなくなった分、なおさら家賃の割合が多くなっちゃったって感じですね。普通に生活したらさ、お洋服1個買ってもカットソーとかさ、だいたい1万2,000円とかするじゃないですか、普通に島村とかじゃなければ。あのなのでそこでガツンと金額が上がったりとかしますよね。あとは靴とかも買ったらさ、普通に2万とかするじゃないですか。場合によってはね、ちょっといい靴買っちゃったなとか思ったら普通に3万とかさ、ブーツなんか買っちゃったらさなんかさ、うわすっげえ高えみたいな感じになっちゃったりするじゃないですか。そう考えるとね、結構ミニマムな生活してるのはね、そういうのがない分、いろいろ管理するのも楽っちゃ楽だなっていうふうには思いますね。その分ね、生活になんていうのかな、感情の彩りみたいのがね少ないっていうのはあるんですけども、やっぱり物を買う時、このお洋服見に行って、これいいなとか、あれにしようかな、これにしようかなとか、最近はこういうの流行ってんだとか、最近はこの年齢になってきたらこういうのが似合わなくなってきたなみたいな、逆にこういうの似合うようになってきたかもなとか、そうそう、なんか素材的にもね、昔はこういうので良かったけど、結構年齢とともにいい素材のものじゃないとちょっとなんて言うんだろう、結構布感みたいのが大事になってくるなみたいなとか、そういうのいろいろ考えたりとか、そういう感情の変化とかを楽しむっていうのがないですよね。あとちょっと出かけてて、ちょっとお腹減ったからカフェ行こうかな、それともちょっとがっつりなんか食べようかなとか、そういう時にあそこのお店行ってみようかなとか、それともこの辺ブラブラしてなんか知らないお店あるかなとか、そういうなんか感情のあれこれの起伏を楽しむっていうのがね少ないなっていうのはありますけれども、そういうのはね自然にメンタル的に元気になってきたらね、自然に行きたいなとか、買いたいなとか、欲しいなとか、そういう欲求が出てくるもんだと思うので、それがね一番健康な状態だと思ってるので、なんかね、私は節約をしてるっていう感覚今全然ないんですよ。あのそれでこれなので、正直早く欲求が戻ってくるといいなっていうふうに思ってますね。少しずつ戻ってはきてると思いますなのでね、その欲求が戻ってきて、いろいろ買い物とか外に出たくなったと同時に、同じように収入も少しずつね、普通に収入が得れるぐらいの生活スタイルに戻っていけたらいいなってかいうふうには思ってますね。正直そろそろ貯金がやばいなっていうのはあるんですけども、ね、そんなのはくよくよ考えてもしょうがないので、その時考えようと思いますはい。でこれで生活費のことは全部かな。はい、こんな感じでございました。もう11月もね、11月に入ってからタラララってもう結構日が経ちますよねもう本当にね、最近寒いな、久々に寒いなって思ったななんて思ってから、あっという間にどんどん寒くなってきてね、この朝晩もそこそこ冷えるようになってきましたよね。本当私寒いの嫌いなんですよね足腰冷えるのとか寒さに震えるのとか本当に嫌で、もう外とか出歩くのもますます嫌になっちゃいますよね。本当にね、一人暮らしではありますけども、今まで何度もこたつ買おうかなって悩んで、いろんな通販のウェブサイトとかね、いろいろ見まくってた時期とかあったんですけども、でもね、私地べたに
地べたにっていうかカーペットとか引いて座るのではなくて、普通に椅子と机でこう生活したいので、そうするとねこたつスタイルっていうのがねなかなかちょっとあれなんですよね。で結構テーブルスタイルのこたつっていうのもあったりするじゃないですか。だからちょっと長細いこたつっていうか、それにしようかなとか思ってすっごい悩んだ時期もあったんですけど、結局それも買わずじまいで、いまいちやっぱね、やっぱこたつはこの地べたにこう床に座るスタイル、座布団スタイルがこたつの良さなんですよね。そうそう。でもしかもこたつ買っちゃったら私本当にもうこたつで寝起きする生活になっちゃうかもっていうね思うんですけども。そうそう。でもね、私電気毛布を持ってないんですよ。電気毛布何度も買おうかなと思ったんだけど、なんとなくこう体が乾燥しちゃうような気がして、電気毛布はなんとなく買ってなかったんですよね。一時期布団乾燥機を寝る前にこうブオーってやって、そうそう、それでちょっとあったかくして寝てた時期とかあって、ちょうど布団もね干す代わりに布団乾燥機でちょっとそういうのもできて一石二鳥かななんて思ったりしてたんですけども、まあ今はね布団乾燥機も持ってないし、あのここ何年かは湯たんぽをね愛用してたんですよね。乾燥もしないから一番いいかなと思って。でもやっぱりねちょっと電気毛布を今年は買ってみようかななんて思ってますね。あとね電気毛布以外に電気膝掛け、これはねもともと買おうと思ってたんですけど、ちょうどいいのがなかなか見つかんなくって、まあもちろん洗濯とかでね外カバーをきちんと洗えて清潔に保てるやつでとかね、なんかねいろいろねあれしようこれがいいかとかね、いろいろ見てるうちに冬が終わってきちゃうっていうのがいつものパターンで、それで買えないってことが多いんですよね。できたらエアコンだけじゃなくてもっとあったかい暖房器具あれば1個欲しいなと思ってるんですけど、それが未だに正解がわからないままね、これも同じで冬がだいたい1月末ぐらいまでになっちゃって、もう今から買っても冬終わっちゃうじゃんみたいな感じで、結局そのまま買わずにみたいなパターンですね。もう寒いのは辛いけど、だからなるべく快適に過ごしたいなっていう気持ちはありますね。結構男の人とかだとね夏の暑い方が嫌だとかいう人は多いですけどね、やっぱ女性は冬の寒さが辛いっていう人は多いんじゃないですかね。でもお家によってはさ、もう家の中の暖房がすごい完璧に暖房完備みたいな感じになってて、全く家の中寒くないみたいなね、そういうお宅もあると思うので、そういうところはねあったかいお部屋で、こたつとか入って、こたつってイメージじゃないな、エアコンとかバッチリ効いててハーゲンダッツとか食べてるっていうイメージだね。それもいいけれども、でもやっぱり冬はあったかい飲み物とかなんだお汁粉とかね、そういうのが食べたいなっていうふうに思いますね。冬になるのが本当に嫌だ、寒いの嫌だ。あとさ、厚着するのもめんどくさいと思いませんか？こうちょっと肌寒い時に暖かい服を着た時の心地よさっていうのはあるんですけど、なんやかんやでこう重いじゃないですか、たくさん着るのって。そうだからね、やっぱねこう冬が明けて春になって半袖になった時の解放感みたいのはすごく気持ちいいんですけどね。こうたくさん着ないと寒い寒いって、で足先とかね手とかがねこう冷え冷えになっちゃってるっていうのもちょっとね嫌だなっていう風に思うんですよね。もうほんと冬が始まりますね。そんな感じの11月上旬でございました。それではまた。